皆さん、こんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベカです。本日作っていくパンは、とってもシンプルな材料で作るバケットをやっていこうと思います。で、今回のテーマとしては、少ない材料で美味しいパンを作っていくっていうことを念頭に置いてるんですけれども、よく思われがちなのは、いろんな材料をブレンドした方が美味しいものができるっていう風に思ってる方もいると思うんですけれども、それはまた別で、それぞれの素材の使い方、配合の仕方でマッチしてるかどうかっていうのが一番大事なんですね。だから、すごいシンプルな材料を使ってても、その材料の旨味とか良さを活かせてたら美味しいパンで十分にできます。それを今回はね、レクチャーしていきたいと思います。それではこれから本編始まります。最後までぜひご覧ください。どうぞ。はい、それでは本日の配合はこんな感じです。で、今日の動画のテーマとしては、こんなに美味しいパンがこんなに簡単にできていいのっていう感動を体験してほしいなっていう気持ちがあります。なので使う材料は本当にこれだけ。もうカメリアとかは多分スーパーで一番手に入りやすいパン用の小麦粉ですし、お塩とかね、イーストは一般家庭にあるかどうかわからないんですけども、このイーストとカメリアさえ買い求めていただけたら誰でもできるレシピになってます。で、それでは、これから計量してね、作り方とかを解説していきます。はい、まずはね、カメリア。今日は2本分なので 200g で仕込んでいきますね。はい、OK。それでは、こちらの中に、お塩。味付けですね。そして、インスタントドライスです。パラーって入れて、まずはこれだけで簡単に混ぜます。で、バケットって結構水分を多く使うので、水分はね、数回に分けて入れていきます。中心ちょっとくぼませて、お水、だいたいまず1/3ですね。なじませていきます。これ一気に全部加えてしまうと、よく水分の吸った部分とあんまり水分吸わない部分でね、分かれてしまうので、これは数回に分けてね、全体が同じように水分を吸ってほしいっていうのをね、目的で分けて入れてます。はい、では粉っぽいところが出てきたら、そこにまた1/3の水。また、均一にしていきます。で、最後はちょっと粉っぽい部分をこう集めて、この粉っぽい部分めがけて全部の水入れます。これでなんとなくね、全体均一に水分を行き渡らせることできたかなって感じですね。これで粉っぽさがなくなるまでしっかりと混ぜます。なかなか力作業なのでね、ここだけ頑張ればもう山場ないです。使う小麦の種類によって少しこの水分の吸い方って違ってくるんですけども、カメリアの場合はこんな感じのとろみ加減というか、ベタつき加減っていう感じですね。それでは、これはもう生地これで完成です。ではこれはラップして、イーストに活性を持たせたいので、温かいところでだいたい30分置いて発酵させていきます。それでは行ってまいります。はい、それではこちらがね、30分発酵わらせた生地です。質感としてはちょっとね、水っぽさ出てますよね。水分が全体に行き渡ってる証拠です。それでは、このね、イーストに活性が出てきたところで低温発酵させていきます。乾燥しないようにね、ラップはしっかりしておきましょう。こちらを冷蔵庫で一晩寝かせます。だいたい8時間から12時間ぐらいはね、寝かせてください。理想は野菜室がいいですね。ちょっとね、温度が高いんですよ、冷蔵室より。発酵がね、徐々に進んでいくので。なければ普通の冷蔵室でいいです。では、冷蔵発酵入れていきます。はい、それではこちらが一晩寝かせた生地ですね。様子見ていきましょう。こんな感じ。特徴としては全体に水が回ってね、しっとりとしていて、気泡もしっかり入ってますね。よく膨らんでます。伸ばしてみてもビヨーンとね、よく伸びるようになってます。そしたらこれをこの後形を整えていきます。で、これ生地、見た目通りベタベタしてて、普通にやっても取れないんですね。取り方のコツがあります。小麦粉。これをこの前の部分にね、パラパラーとかけていきます。そして全体にかかったらこの粉を端っこに入れ込むようにカードでグッと、グッと、
グッとね、押し込んでいきます。そうすると、剥がれやすくなります。それではこの生地をなんとなくね、四角形に伸ばします。これあんまり触りすぎちゃうとガスがなくなってしまうので、この生地の下に手を入れて、こう、下を伸ばすようにして四角形にしていきます。意識していただきたいのは厚みが均一っていうことですね。そしたらこれ半分に切ります。ウッドをくっつく。そしたらこれの形をね、ちょっと整えていきたいと思います。端っこの方、切ります。で、なんとなくこう四角にしたら、この切り落とした余った生地は、こう切ってね、中心に入れ込んじゃいましょう。そしてこの四角くね、なった方を重ねていきます。こうね。軽くつまんで、こんな感じ。で、この閉じたところを下にして置いておきます。はい。で、この生地は結構ベタベタするので、あんまりね、ギュッとつまみすぎたりすると水っぽさが出て手にくっついたりするので、そのベタベタしないような力加減で触るのが大事になります。はい。では形がここまでできたら、濡れ布巾ですね。これをかけて休ませます。おやすみなさい。そしたらまたね、20分後作業開始していきます。で、20分後までワープします。はい、それでは休ませる時間が終わりました。それでは整えていきます。このね、裏側にした部分を表にまた再びして、で軽く広げます。これもガス抜きすぎないようなね、イメージで伸ばしていくのが正解です。でなんとなく広がったら、まずは3分の1まで折って、でその後にこっち側も折ります。そしたらこう閉じます。結構厚みをここでね、整えて、で、これはこの閉じ目を下にしたまんま返して天板に乗っけていきます。で、これもコロッとひっくり返して、ちょっと軽く潰します。ここでの目的としては、生地を内側に溜めて、膨らむ力をつけていくことが目的ですね。こっちも折ります。で、端っこから留めていきます。ちょんちょんちょんとね、つまむように。ちょっと幅、厚み整えて、で、これもコロッとひっくり返して、これを並べていきます。それでは、天板に乗っかった感じがこんな感じ。で、ただ、この生地は水分が多くて緩いので、このまま置いとくと、べちゃっと平べったくなっちゃいます。なので、アルミホイルみたいので、ここにちょっとまた高さ作ります。こういう風にして、形がしっかり立体感出るように、仕込みをしておきます。で、こんな感じで高さが調節できたら、これは発酵させていきます。乾燥しないように濡れ布巾かけて、で、これ寝かしていきます。行ってきます。はい、それではね、発酵の時間が終わりました。しっかりとボリュームが出てますね。で、これ焼く前にちょっと生地の表面乾燥させたいので、このままだいたい10分間ぐらい置いときます。表面が湿ってると、切り込み入れた時に綺麗にいかないんですよね。ナイフに生地がくっついちゃうので。はい、それではね、生地の表面が少しね、乾いてきたので、これからクープナイフで切り込み入れます。で、切り込み入れる前に、粉を振るっておきます。この粉を振るっとくことで余分な水分を吸ってくれるんですね。あとはデザイン性にもなります。クラフト感が出ますよね、やっぱりね。粉がかかってると。この中心から横に向かって、スッと。で、この3分の1かぶるぐらいにして、斜めにスッと入れていきます。3分の1かぶるぐらいにスッと。こんな感じですね。浅かったらプラス入れてもいいです。例えば、パン用のクープナイフがない場合は、包丁とかでもよくて、
なるべく切れ味のいいもので、先端ちょっとね、濡らします。湿らして、ちょっと斜めの角度で、スーッと1本切り込み入れます。全然これでも OK。そして軽くね、全体に霧吹きします。OK。それでは焼いていきます。一緒にグラタン皿とかも熱しておきましょう。そこにお湯を入れます。こうすることで蒸気が回るんですよね。そしてパン入れます。上の段。焼きます。スタート。ちょっと焼き色を調節するためにね、マヨネーズ入れ替えます。はい、それでは焼き上がりました。で、途中で焼き色見て、上の段から下の段にね、交換しました。だいたい8分は上で焼いて、で残りの時間は下で焼いていきましたね。こんな感じです、焼き加減。はい、それでは焼き上がりこんな感じです。でこれ粗熱取れたらね、カットして味見してみたいと思います。それでは本日はね、バケットを作ってみました。今回のテーマとしては、スーパーで揃えられるようなシンプルなね、材料を使って作ってみました。ちなみに、原価を計算してみたところ、これ1本だいたい32円です。自分で作るとね、安くできるっていうのもあるし、あとは目に見えるものしか使ってないのでね、安心ですよね。では早速、試食してみたいと思います。いただきます。うまい。やっぱりこのバケットの最大の特徴って、水分を多く使うので、内側はもうすごいしっとりしてるんですよね。で、高温で焼き上げるので、外側はバリバリな食感です。そのコントラストがやっぱ美味しいなって思うし、表面パリッとさせても美味しいので、いろんな使い方ができます。で、作り方もすごいシンプルですし、プレゼントにもね、喜ばれると思うので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。はい、それでは本日の動画いかがでしたでしょうか？作ってみたいなとか食べてみたいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。今回のレシピの詳しいポイントなどは概要欄のリンク先に貼ってあるのでそちらも見てみてください。それではまたお会いしましょう。失礼します。嬉しい？雪。いいね、雪ね。